身長富士スイミングクラブのエイサーです。皆さんはクロールを泳いでいる時に上手に腕を回すことができますか？クロールで腕を上手に回すためには肩が効率よくスムーズに動いていることが必要になります。肩が上手に動かせるから腕も上手に動かすことができます。腕が上手に動くからこそ上手に水をかくことができます。つまり上手に泳げるようになるためには肩が上手に効率よくスムーズに動かせないといけないんです。今回の動画ではどのようにしたら肩が上手に動かせるようになるのか説明、そして練習方法も紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。一つお知らせです。富士スイミングクラブはベトナムで日本式のスイミングレッスンを行っています。水泳の正しい技術を学びたいという方はぜひご連絡をお願いします。では動画の続きをどうぞ。クロールを泳いでいる時に肩が上手に動かせないとどのような影響があるのか先に説明していきたいと思います。クロールは水に対してうつ伏せの状態で腕を縦に回しながら泳いでいます。この時に肩が全く動いていないと手を後ろまでかいた時に縦回転で戻すことができません。このまま無理やり腕を前に戻そうとすると腕が肩の関節に引っかかってこのような2段階の動きになってしまったり、手を前に戻すときに水面を擦りながら水の抵抗を受けながら前に戻すような形になってしまいます。腕の動きに合わせて肩を動かしてあげるとその後スムーズに縦回転で前に戻すことができるようになります。次に肩の関節に腕が引っかかって2段階の動きになってしまう泳ぎ方、そして腕を戻すときに腕が水面を擦って水の抵抗を受けてしまう泳ぎ方、肩が上手に動いて腕が縦回転で回せている泳ぎ方、この3つを見比べてもらいたいと思います。1つ目と2つ目の泳ぎ方はどう見ても泳ぎづらそうですよね。腕の動きに合わせて肩を動かすと先ほど言いましたが、正確には肩の動きに合わせて腕を動かす、肩の動きを腕に伝えるというのが正しいです。ここまで見ていただくと肩の動きの重要性というのが分かったと思います。ではこの肩の動きはどうやったら上手になるのか、今から練習方法を4つ紹介していきたいと思います。今回紹介する4つの練習方法はプールではなく陸上で行う練習です。プールに行けない時もこの練習をやってみると肩の動きっていうのがスムーズになると思います。ではまず1つ目です。1つ目は肩の動きを腕に伝えやすくするようにする練習方法です。まず腕を伸ばして肘をしっかり伸ばします。この状態で手首から先の力は抜きましょう。そして腕を振っていきます。上手に振
触れて肩の動きを手の先の方に伝えられると、このように手がブラブラ揺れます。うまくできない方は力が抜けきらず手の先の方を動かそうとしてしまうので、このような硬い動きになってしまいます。この状態だとこの一番力が入っている手の先に意識が行きやすいので、水をかく動きも肩の動きというよりは手の動きの方に意識がいって、こちら側が優先されてしまう可能性が高くなります。そのためこの動きで余計な必要ない力は抜いた状態で肩の動きが腕の方に伝えられるようにしていきます。これは両方の手でできるようにしていきましょう。練習方法2つ目です。先ほどの肘が伸びて手の先の力が抜けている状態、この状態で腕を前に回したり後ろに回したりしていきます。この時に肘が曲がらないようにしてください。肘が曲がると肩の動きというのはスムーズにできなくなってきます。練習方法3つ目です。今度は先ほどの腕回しを左右の手交互に行います。片方の手は前に回す、反対側の手は後ろに回す。これを同時に行っていきます。この時も肘が曲がらないように気をつけて行ってください。やりづらい方は肩の動きを先に行ってから腕が後からついてくるというのを少し意識してみましょう。肩を動かしてから回す、肩を動かしてから回す、これを続けてできるようにするとスムーズにできるようになると思います。練習方法4つ目です。今度は床に横向きで寝っ転がった状態で腕を上に高く上げて、その後前に落としていきます。これを交互に繰り返しながら行っていきます。この練習のポイントはもうお分かりですよね。肘を伸ばして手の先の力を抜いた状態、これがポイントになります。この状態でスムーズに動かせるようにしていきます。この練習をやることで水をかいた後、肩が上手に
動かした後にスムーズに肩から前に戻すようにできます。肩から前にスムーズに戻せるからこそ、次の一かきも肩から動かすことができます。今回紹介した4つの動きがスムーズにできるようになったら、プールの中で実際に泳ぎながら肩の動きを意識してみてください。最初はなるべくゆっくりいきましょう。力が入らないようにゆっくり大きく肩を動かします。その肩の動きを腕に伝えていきます。この肩の動きがスムーズになったら、少しずつ普段皆さんが泳いでいる手の回すリズムに合わせていきましょう。水泳の練習というと、どうしてもプールの中で行うというイメージが強いと思うんですけども、陸上でできない動きは基本的にはプールの中でもできないと思います。そのため、まずは陸上で正しい動きができるようにしてから、プールで練習するとスムーズに習得できるようになるはずです。練習を頑張ってください。今回の動画の内容が良かった、参考になったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。では今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。